桔梗をね描いてみたいと思います。これね庭に咲きました白い桔梗と紫色の桔梗っていうことでね、そばにね黄色があるといいかなと思ったので、これも庭に咲いたルドベキアですね。ちょっと地味な黄色ですけど、大きさもね可愛らしくていいかなと思います。でじょうろなんですが、おもちゃ系のじょうろですね。可愛らしいじょうろです。これをねホワイトワトソンの 4F サイズ横構図でね描いてみようかなと思います。絵の具ね先にご紹介しておきます。ホルベインですね。赤がキナクリドンレッド、黄色がレモンイエローとガーボンジーノーバー、そして緑がサップグリーン、青色がセルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、茶色がバーントアンバーですね。以上8色でね描いてみようと思います。もうねパレットの方には絞り出しておきました。下絵をね描いていこうと思います。どこら辺りに持ってきたらいいのかなっていうことなんですけど、今日左上からのね光っていうことにしますので、じょうろの本体を真ん中よりは右側に持ってきたいわけですね。でちょっと描いてみますよ。ざっと測っておきますね。直径が12センチぐらい、高さが11センチぐらいですね。ここが真ん中ですので、じょうろの、端っこが真ん中よりはちょっと左に来ないとおかしいかなと思いますので、真ん中をちょっと避けて12センチですので、この辺りっていうことにしますね。でかなりね上から目線で描きますので、下をね大きくちょっと開けておきますね。で高さが11センチぐらいっていうことで、こんな感じです。横から見た展開図っていうことになりますね。ほぼほぼ真四角に近い感じですね。でこれを上から目線で描きますので、丸くしますね。これもかなり丸くします。そこの方がね目線から遠いっていうことで丸みが強くなるわけですね。でじょうろの口注ぎ口ですね、真横にしないっていうことが大切かなと思いますので、ちょっと振りますね。この辺りに注ぎ口の根元がついてますよっていうことで、おもちゃですのでね、あんまりリアルでなくてもいいかなと思いますね。でここに支えがありますね。でこれと対象の向こう側、見えないんですけど、ここに取っ手の底、ここですね。ここに取っ手の一番上の継ぎ目が来るわけです。でこっちのライン、そしてこっちのラインって引くとこうなるわけですね。ほとんど花で隠れますのでね、見えなくはなるんですけど、一応こういうことになります。いらない線をね消しておきますね。はい、そして花の配置ですね。この下の方にもね花が来たいわけです。こういうふうに垂れ下がってますよっていうことで、次々にね先登ってくるわけなので、自由に設定できますね。そして向こう側にもありました。そして後ろにルドベキアっていうことになります。でそうするとねここがかなり空いちゃいますので、ルドベキアの向こうにねもう一つ枝を作って、ここにも桔梗が咲いておりましたっていうことにしますね。じゃあこれでね下書きをねきれいに描いてみたいと思います。はい、下書きがねできました。葉っぱはねもうほとんど描いていません。花とつぼみですね。花の真ん中にしべが1つとおしべが5つっていうことですね。これを今日はちょっとね白く抜こうかなと思いますので、マスキング液でカバーしておきますね。この中ですね、ここの隙間です。枝がいっぱいあるわけです。白く出したいので、この辺そうかなと思えるところにいくらかね筋目を立てておこうと思います。いっぱいあるわけですからね、こういうとこもね。
じゃあちょっと入れてみますよ、他の部分にもね。はい、マスキング液ね塗りました。じゃあこれが乾く間に色見本をね作ってみようかなと思いますね。気境の色ですが紫色っていうことでね、ちょっとね地味になりがちなんですね。なのでちょっと赤みを帯びたね紫色でいく方がいいんじゃないかなと思います。セルリアンブルーですね。きなくりドンレッドを入れます。こんな感じになります。まあほぼほぼ同じような色になったかなと思いますね。セルリアンだけだとこんな感じになるわけです。コバルトブルーを足しますよ。でさらにきなくりドンレッドを混ぜてこんな感じですね。コバルトブルーを増やしていくとだんだん暗めの青色っていうことになります。でさらにウルトラマリンディープを入れていくとかなり冷たい感じの青色になるわけです。当然ね白い気境というよりも紫の気境の一部が白いっていうことでねやっていった方が綺麗かなと思いますので、この色の範囲でやっていこうと思います。時にはねきなくりドンレッド多めのこういうのがたまにあってもいいんじゃないかなと思いますね。こちらのルドベキアの色なんですが、あまりね黄色を強調しすぎると黄色の方が全面出てしまいますので、レモンイエローもガーボンジーも少しねやっぱり緑を混ぜる、あるいは青を混ぜるっていうことで傾けておこうかなと思いますね。こんな感じにね。それからじょうろですよね。じょうろの色はバーントアンバーにウルトラマリンディープですね。こんな感じの色でいけばいいんじゃないかなと思いますね。ムラムラがちょっとありますよね。風合いが出るようにつけてあるんですが、こんな風に筋目を立てておいて水筆でちょっとぼかすとムラムラ感が出るかなと思いますね。じゃあこの感じの色でねやっていこうと思います。メインはねこちらの青紫赤紫っていうことですのでね、面積的にはこちらの色が断然多くなるかなと思います。そうこうしてるうちにね乾いてきましたので下塗りに入っていこうかなと思います。はい、それではねまず綺麗なセルリアンブルーですね。純色です。純色を大きくねかけておこうと思いますね。左上からの光なので一つの気境の花の左上っていうのは白っぽく残したいっていうことで右下をメインにしてセルリアンを配置します。下塗りですから細かいことを気にせずに大雑把にね入れていただいたらいいかなと思いますね。で水筆でぼかしておきます。気温が高いとすぐ乾きますので、手早くやるっていうことが必要かなと思いますね。次にきなくりドンレッドをこれに混ぜますね。赤紫っぽい色になります。セルリアンの中に入れ込むんですが、どちらかというと右下に入れ込んでいくっていう感じですよね。これもちょっとだけぼかしておきますね。もうすでにお水がねだいぶ入っていますのであんまりぼかさなくっても結構にじんでくれているかなと思います。コバルトブルーですね。コバルトブルーをちょっと足してほぼほぼ純色に近い色なんですけど、その次に入れてみますね。で特に右の方ですよね。設定では左上からの光っていうことなので、右下の方が暗いっていうことになります。でこれにきなくりドンレッドを混ぜてさらにこの辺りに入れておきますね。結構綺麗かなと思いますね。これもぼかしておきます。レモンイエローですね。薄く溶いてルドベキアがあるあたりですよね。ここら辺もねちょっと明るくしときたいかなと思いますので、
入れておきます。はい、そしてしっかりティッシュで吸い取っておきます。いらないね筋目が立たないようにしっかり吸い取っておきます。で白っぽくね抜きたいわっていうところはちょっと強めにね押さえておくとまだね定着していませんのでかなりきれいに取れるかなと思いますね。ちょっとだけねじょうろのね暗い色をね差し込んでおきますね。ウルトラマリンディープとバンタンバーを混ぜてこんな感じですね。厳重に入れません。まだね下塗りの段階ですので、この辺りにこんな色がちょっと入ってくるよみたいなことでいいんじゃないかなと思いますね。じゃあこれでね一旦乾かして細かい作業に入っていこうと思います。はい、下塗りね乾きました。じゃあ細かい作業に入っていきたいと思います。中と外の色を分けて描いてみますね。中は少し暗めにしたいのでコバルトブルーですね。この色の中に混ぜてちょっとね青みを強くしますよ。で例えばここの主役の花ですね。ここに置きます。真ん中ですね。周辺に向かって伸ばします。向きによっては少し赤みを強くする。例えばここですね。こういうことになります。であまり広げない方がいいですね。暗くなってしまうといけないのであまり広げないうちに始末をしておきます。例えばねこういう下向きの分です。こういう場合にはここの部分を全てこれ塗りつぶしても構わないかなって思いますね。だからここなんかだと、これほどのちょっと塗りつぶしてしまうにはここが広すぎますのでここの影になっている部分にこちらよりは多めに色を置いてっていう感じですね。こんな風にしながらね外と中と比べると中の部分に色を置いていくっていう作業をやってみますね。はい、中をね少しね暗くしました。そして今度は線描してみますね。特に後ろに何もない部分なんかは後ろをバッチリ塗るよりは線描で軽く済ました方が軽い感じの絵になるかなと思いますのでね。色もねそんなに変わった色は使えません。例えばここですよね。これもねだから全部やる必要はもちろんありません。線がないと分かりにくいかなみたいなところだけをこうやるわけですね。鉛筆の線をね忠実にたどる必要ももちろんありませんね。後から鉛筆の線をある程度消しますので鉛筆の線にこだわらずに勢いのある線を描いてください。勢いよく描くっていうことが大切かなと思います。はい、こんなもんでしょうか。背景がある場合はね背景を暗くすることによってまた表現できますので背景が何もない場合ですね。でそれとですね額の部分ですね、あんまり緑にしたくないので今の色にちょっとだけサップグリーンを入れます。濁った緑になるわけです。さらにこれにちょっとセルリアンを足して青っぽい灰色もしくは緑っぽい灰色っていう感じにしますね。額の暗い方、一つの額でいうと光から遠い方ですね。でじゃあ塗ってない部分はどうするんですかっていう話になるんですがそこのところは線描でっていうことになるかなと思いますね。こういうことです。額にもね光を当てるっていうことですね。こういうところもね少し明るめにしといた方がいいのでつきすぎた場合はちょっとねお水でこすって、薄めるっていうことで明るくしておきますね。じゃあね木もね同じ色でいいと思いますので線描と少しね色付けをしておきますね。はい、額と茎ですねだいたい描いてみました。あんまりねたくさんないのですぐに描けちゃうかなと思いますね。
でこういうふうにちょっと一部ね白っぽくしとこうかなと思うところは早めにね押さえておかれるといいかなと思います。でまだ乾いていませんのでちょっとルドベキアの方へね回っておきますね。でルドベキアの描き方なんですがバッチリ塗ってしまわない方がいいと思いますので、この色にちょっとガーボンジ足しますよ。濁った黄色っていう感じになります。この下になった部分ですね、影になった部分にちょんちょんと置いていきます。あまり厳重にする必要はないんじゃないかなと思いますので、ちょんちょん置いといてお水でちょっとずつぼかしますね。ちっちゃい範囲ですのでね、そんなに厳重にしなくってもいいかなと思いますね。なんとなくね色がついてきたかなっていう感じぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。それからつぼみですよね。緑色の部分もあれば大きくなって紫がかった部分もあるんですが、あんまり厳重に考えないで紫がかった色で線描ちょっとしときますね。場所によっては額と同じような緑色でも構わないと思いますね。特にちっちゃいつぼみの場合はね。それからルドベキアの本当の花の塊、茶色いね、かなり暗い色になってます。じょうろと同じ組み合わせの色でいいと思いますね。ただバンタンバーを多めにしてウルトラマリンディープを少なめにするっていうことですよね。一番下の部分に置いていきます。上に向かってぼかします。ついでにね同じ色でもうちょっとじょうろの方にもね色をつけておきます。そしてお水でしっかりぼかします。あんまりねしっかり色をつけてしまうと非常に重苦しい感じになりますので、なるべくねお水で伸ばしてぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。色味もね場所によって明るい方がいい場合にはこのセルリアンをねしっかり入れます。そうするとねかなりねさっぱりした感じになるかなって思いますね。ここなんかはねトラマリンディープの純色をねこうやって垂らし込んでもいいんじゃないかなと思いますね。が取っ手の部分の裏側ですね、これね。ここにねちょっとだけじょうろの一番上の辺の一部がちらっとここに見えていますので塗っておきます。取っ手の一部がねちらっと見えていますので描いておきますね。こっちの下の方はねバンタンバーで暗く設定しておきますね。ここにねちょっと継ぎ目があるんです、ブリキのね。はい、じゃあこれでちょっと乾かしますね。はい、もうざっくりとね色がつきました。ここですね、取っ手のここついているところですよね。塗り残してあったのでちょっとここね埋めておきますね。ここの中ですよね。葉っぱもあれば茎もあれば、花の一部が見えてる可能性もあるわけです。いずれにしろこの隙間は暗くないといけないわけです。コバルトブルーあるいはウルトラマリンディープにちょっぴりバーントアンバーを入れ少しずつ切っていきますね。茎らしきものがあるよっていう部分にはマスキング液でねカバーしてありますので、そこをあんまりね気にする必要がないっていうことで、時にはサップグリーンも入れたりしながらで潰していきます。でこれねわざと隙間を空けているわけなんです。一色で塗りつぶさないようにしているわけですね。
この隙間ですね、水筆で少しずつぼかしてある程度ねつなげていきますね。そして今度は葉っぱをねつけていこうと思いますね。キキョウの葉っぱっていうのはねちっちゃい葉っぱなんですが、ルドベキアの葉っぱっていうのはね大きなしっかりした葉っぱなんです。色もねルドベキアの葉っぱの方が明るい色をしてはいるんですけど、そこまでね気にする必要もないかなと思いますので、黄色にセルリアンブルーとバンタンバーを足しますね。ちょっとだけサップグリーンも入れてみます。キキョウの葉っぱっていうのはこんなにちっちゃいんですね。節々と言いますかね、分かれにはこういうふうにねつきますね。でルドベキアの方の葉っぱは虚子もかなりしっかりしていますので、虚子もちょんちょんとこうつけておきますね。はい、こうやってね少しね葉っぱを足しながら空間をある程度埋めていきますね。はい、葉っぱをね何箇所かつけてみました。ここのすでにじょうろの色を塗ってある部分は少し色を薄めて葉っぱを入れたっていうことになります。そしてルドベキアの花びらです。今さっきの葉っぱを使った分ですけど、これにカーボンジを足して細くねある程度やりましたっていうことでいいんじゃないかなって思いますね。でこれが乾いた後に鉛筆の線をなるべくね消しますので、鉛筆の線が消えた後に全く何も残りませんっていうのはちょっと困りますので、そういうところはね線を入れといた方がいいかなと思いますね。つぼみの暗い方の部分に色をつけます。ここにあるちょっと濁った灰色ですね、これに少しセルリアンとキナクリドンを足して半分あるいは3分の2あるいは3分の1っていう感じで下側にね影をつけます。ちょっとぼかしときますよ。ちょっとだけね鉛筆の線補強しておきますよ。鉛筆の線取っても大丈夫っていうところまではちょっと線描をね入れておいていただけるといいかなと思います。はい、じゃあ乾かして鉛筆の線とマスキング液を取ります。でここからねこの真ん中のおしべめしべの手当てをしていきますね。で本来はねあまり黄色じゃないんですね。紫の花の中のめしべのこの色はうっすら紫色ですし、白い花の場合はうっすらクリーム色みたいな感じであまり見分けがつきがたいわけですね。輪郭線だけをね細く暗めの色で絵取っておこうかなと思いますね。コバルトブルーとキナクリドンレッドで濃いめのね赤紫を作りました。でこれを細く使いますね。真ん中にめしべ、細めのおしべが5本ですけど、見える見えないはあります。でこのようにしておいて少しねレモンイエローを入れます。こういうね隙間がねできてはちょっとまずいわけです。水筆あるいはね色のついた筆で慣らしておくっていうことが必要です。
だいたいこれでね埋まりましたね、綺麗にね。今度はここの茎がねマスキング取った後が大きく出てしまっているので、周りの色と同じような色で細くしていきますね。あまり真っ白っていうのも不自然なので、周りをこうやってねある程度潰した後にうっすらね緑色っぽい色を入れていって、あまり目立たないようにした方がいいかなっていう気がします。はい、そしてルドベキアの真ん中のプツプツですね、これ茶色にちょっとだけねガーボンジを入れて手でね点々とやりますね。なるべく不揃いにで、あまりやりすぎないっていうことが大切です。であまりにもね揃っちゃいましたっていう場合には、非常に狭い範囲ではあるんですけど、スパッタリングで茶色を落とすっていうことですよね。この2つの枝がここへね設定してないんですね。ここがちょっと空きすぎているわけです。後ろからこういうふうに出て、一つはこちらへ行き、一つはちょっとこちらへ行きましたよみたいな枝をね設定したいと思います。少し暗くしますね。バンタンバーとウルトラマリンディープをちょっと黄色と混ぜてね暗めの緑を作りました。こういうところから出て1本はこちらへ向かい、枝分かれしたものがこちらへ向かいました。でここにちっちゃいつぼみですよね。かわいいつぼみがねいっぱいつきます。軽くね線描しました。少しねうっすら色をつけておきますね。ルドベキアの向こうにも気境が見えてますっていうのが欲しいわけなんです。セルリアンブルー、コバルトブルー、キナクリドンレッドを混ぜて薄くしますね。こういうところですね。不自然でないところに入れるっていうことが大切かなと思いますね。でこれをこのままにしておかないでティッシュでちゃんと押さえます。ちょっとここが膨らみすぎてますのでね、ちょっとここを削っておきますね。はい、そしてさらにここにルドベキアの黄色をちょっと入れておきます。チラチラとね見えておりましたぐらいのことがいいわけですね。でちょっとね真ん中の黒っぽい分の一部がねちらっと見えてましたっていうぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。これもねここですね、点々入れましょうね。じょうろのねお水が出ないじょうろっていうのはまずいので。ちょっと今これ周りから潰しただけで中に色が入ってませんので、うっすらとね潰しておきますね。ちょっとねルドベキアの茎がちょっと弱いのでここを足しておきますね。ここのね葉っぱの葉脈ちょっとつけます。そしてこういう翻ったところですよね。線描だけでは弱いので翻った内側のこの部分です。ここを少し暗くして翻ったために影がここへできたんですよっていうことがあった方がいいかなと思いますね。あとねちょっと乾かして全体的にもう一回上からね仕上げの色をかけていこうと思います。はい、全体的なメリハリとかここにフォーカスしたいっていうところにまだフォーカスされていない部分がありますので、大きくね潰していこうと思います。ちょっとここねきれいにしますね。まずねセルリアンですね。これに少しきな栗丼を入れます。
少しね紫っぽい色ですね。ここを明るくするためにここをちょっと暗くしたいんですね。最初の下塗りの段階もあんまり色を入れていませんので、非常に明るすぎるっていうことがありますので、ここに色を入れていきます。ただここだけはねちょっと残します。からこの中にもちょっと色を入れますね。しっかり水筆でぼかします。あんまり強くねやると下に乗っている色が浮き上がってきますので、なるべく優しくね。今度はねちょっとこちらの方ですね、コバルトブルーです。少しきなくりドンレッドっていうことで、こちらよりもちょっと暗めのね紫っていうことになろうかと思います。はい、この辺りまでねかけておきます。はい、そして水筆でしっかりぼかします。そして、レモンイエローですね。これをもうちょっとねこの辺り全体にぼんやりとね入れておきますね。はい、そしておいてこの真ん中ですよね、ここにもねレモンイエローをこうやってね上からそっと置きます。はい、それからねここですね、ここがねちょっと曖昧になっていますので少し暗くしておきますね。向こう側ですよっていうのがよくわかるようにコバルトブルーとバンタンバーを混ぜて、ここですね。ここですね、ちょっとここがねちょうど途切れちゃって剥げたようになってますので、ここにちょっとね色を置いて慣らしておきます。それとここですね、ここの空間がちょっと明るすぎますので、これもねちょっと潰しておきます。ここです、ここね。はい、これでだいたいいけましたでしょうか。ここもねちょっとここもちょっと手当てしておきますよ。こうですね。はい、で最後の最後になりました。これが乾いた後に、葉脈をね少しだけ入れておきますのでね、仕上げの塗りがね終わりましたので、最後の線描をしていきたいと思います。花の中の葉脈ですね、きちんと葉脈が見えるわけですね。濃い紫色の葉脈が目立つ感じでね通っているわけです。コバルトブルーときなくりドンレッドで、こういう赤紫ですね、かなり濃い赤紫を作ります。全部をやる必要はもちろんないと思いますので、主なとこだけですね、こう真ん中にシュッとこう入って枝分かれをするんですが、大きくねこう3本ぐらいこう入るんですね。でそこからまたこういうふうに細かく枝分かれをして四方八方に葉脈が入っていくっていう状況になるわけです。これを全部この書いてしまうと非常にうるさいので、こうやって一旦書いたものをちょっとね押さえて薄くしますね。でなおかつここは全部書きましたけど全部は書かないよっていうことの方が、いいんじゃないかなっていう気がしますね。例えばこの程度っていうことですね。これ以上書くと、ちょっとうるさい感じがするような気がしますので、
これでね完成にしたいと思います。サイン入れておきます。